と上手かなという攻め方ですよね。青錦の方が冷静だった。そうですね。霧島はもう一気に行こうと、はい、焦りすぎたから、はい、そこら辺は場所中なので明日お話ししたいと思います。はい、つまんない。そんなことないですダメです。まだ明日一番ありますね。終わってからということですよね。はい。というわけでこう変わりました。青錦が再び単独トップに立ちました。11勝2敗で10勝3敗、星1つの差で、霧島、それから熱海富士が昨日豊昇龍を破りまして2桁10番に乗せました。さらには武富士、獅子というこの4人が追うという展開になっています。現段階で、数字の上ではこの後に続く9勝4敗の5人にも優勝の可能性はあるんですが、ただ15日制が定着してから花田さん、はい、13日目終わって星2つの差がひっくり返ったことないんですよね。そうですね、そういう点ではただどうなるかなっていうの言い切れないですよ。分かりません。はい、今日のね、土俵上がちょうど制限時間いっぱいになりました。千代翔馬4勝9敗、そしてまだ勝ち越しに可能性を残している新入幕です。大青山は6勝7敗です。先手を取ったのは千代翔馬、上手ですが上手投げ、千代翔馬も上手を取っていました。上手投げ、千代翔馬の勝ち。新入幕大青山は残念ながら負け越しということになりました。大青山下に半枚というところですから、幕内の座を維持するのはちょっと苦しくなってくる負け越しの成績です。あったですかね。そうですね。今日も前に出てませんよね。足が出てませんし、やはり千代翔馬のね得意なこの左なんですけど、今日は右上手、取ってカズマの方が先輩に見えますよね。確かに。翔猿の方がなんか若くてね。なんかカズマの方が落ち着いてる感じですけどもね。確かに。翔猿34歳に対してカズマ24歳でございます。ここで先輩と戦えるっていうのも嬉しいんじゃないですかね。確かにね、自分がそこまで戻ってきたという証でもあるんですが、カズマも膝の大怪我がありまして、そこから一度地獄を見ましたが、そこから戻ってきて今場所は新入幕という場所です。ちょっと動きました翔猿、中に入ったもろ差し、巻き替えるカズマ、また離れました。ここから足を飛ばすこともある翔猿。下から翔猿です。落ちません。今度は逆に翔猿が引いてしまいました。そこをカズマ出ました。押し出し、日大の先輩を破りました新入幕、4勝目を挙げています。ちょっと見過ぎですね、翔猿ね。ちょっと分かってると思うんですよね。先輩後輩でもなく、ちゃんとそういう風な攻め方をするっていう翔猿という力士を見ているので、そこで気をつけていこうっていうのがカズマに出た落ち着いた一番じゃなかったですかね。こういう取り組みでいいんじゃないですかね。今4勝10敗ですけども、この大きな200キロ以上の体を生かすにはこういう相撲を取った方がいいですね。終盤にかけて3連勝もありました。体があまり大きくないのにね、大きい相撲を取るのでね、その分負担がかかるのかなと。片や大野勝もね、やはり万全じゃなくここまで戦い続けてますよね。苦しいと思うんですけど、これはね必ずねプラスになると思うんで頑張ってもらいたいですね。大野勝は一場所で十両から幕内に復帰したんですが、やはり左の足首が万全ではないようで、また来場所は十両陥落は覚悟しなくてはいけません。左四つは若元春、大野勝も左四つで相撲が取れます。出るのは大野勝です。今日は元気なしの若元春、負け越し。大野勝は4勝目です。もうあんまり動かないっていうのは分かってるんで、引いてくるって分かってるんで、大野勝としてはこのね刺されないようにすること、徹底してで前に出ていくと。なるほど。っていうのを徹底していったんじゃないですか。もうそこだけを気をつける。無理なことをせずに前に出ていくっていうのは、今日は徹した一番じゃないですかね。ここね、左刺すのはいいんですけど、もっと刺すじゃないですか、若元春って。ということであるけども、
お兄ちゃんとしてはびっくり、もう抜かされたくないい、や本人も、ね、言ってました、嬉しい、弟が上がってきて兄弟幕内は嬉しいけれども、番付では抜かされたくないという、そういうことも朝紅龍話してましたが、西の16枚目で朝紅龍勝ち越しましたので、今日も明日も勝って少し弟と差をつけておかなくてはいけません。一方狼雅はこの一番に勝ち越しがかかります。狼雅も3勝6敗から4連勝で星を盛り返してきて、ついに7勝到達。待ったという声が聞こえました。正面の審判長が止めたようです。審判長が止めました。さあやり直し。張っていきました狼雅。狼雅上手が欲しい、上手を探る、勝ち越しがかかる狼雅。絶対上手を与えたくない。小手投げ朝紅龍、残った狼雅。もう一回小手投げに行くのか。いや狼雅が体を寄せる、寄り切りました狼雅の勝ち越し。勝ち越し。じゃあタッチペンいきましょうか。はい。で今花田さんが言ったのは何かわけじゃないですからね、私今日はいい相撲だしね、これね二子山親方がね、はい、喜ぶと思いますからね、勝ったら。師匠は、元雅山の二子山親方です。ちょっと休場してますよね。そうですね。今場所、審判に姿が見えないのは体調不良ということなんですが、二子山親方。勝ったからちょっと痛いなっていうのができるんでしょうね。これ痛いですよこれ。そうでしょうね。勝ち越しを決めている力士がいません。で、三役の座が王鵬が大きく負け越してますので一つは空きそうで、ですから琴恵鵬もこれ今日明日勝って11番ということになると東の7枚目ですから、可能性もないわけではないという今日明日の2日間、本人はそんなことは一切考えてないでしょうが、先場所はこの対戦は朝乃山が休場しまして琴恵鵬が不戦勝でしたが、さあ2桁の白星を手にするのはどちらか。特に琴恵鵬は連敗を止めたいところです。前に出ていくのは朝乃山ですが、逆襲寄り切りました琴恵鵬、2桁10番。これ原田さん、左も入ってましたかね。もろ差しを狙う感じでしょうけど、でしょうね。昨日の立ち合い考えると、次の日学んでますよね。あの立ち合いをして、もしもろ手で今日も行くんであれば、朝乃山は差していってるんですよね。この反応がいいですよね、立ち合いのね。この瞬発系の相手を見る動作というのか、左も入ってますよね。立ち合いもろ差しになったという腰を起こされるの嫌なんです、朝乃山。常にいい、僕場所中もね、この解説の中でいい腰の位置で動いているのが名前をずらずらとご紹介しましたが、各力士ともにそのことは考えていると思います。その代表格は武富士ですよね。ああ、そうですか。残ってるじゃないですか。優勝したいと。今日のね、一番大きい一番で、これはもう本人分かっていることなんで。さあ土俵上は阿炎藤青雲でご覧のように6勝7敗、苦しい2人が直接対決ということになりました。勝ち越すためにはもう負けられない2人。先場所は阿炎が変化しました。今回はまともに阿炎もろ手から突き切れるか。右が入った、もろ差しになった、切り返した藤青雲が勝ちました。藤青雲とどまって明日千秋楽に勝ち越しがかかります。阿炎は負け越しという形になりました。いや、うまい外掛け、いや、使い方ですよ。はい、アクションいきましょうね。アクションでいきますか。はい、今場所で藤青雲は余計燃えたと。そうです、燃えて、ああいういい相撲ですよね。なるほどね。確かに突っ張りを下からあてがってうまいですね、この辺りもね。今日ね、引かなかったですよね、阿炎もね。でもこうやって最後残してね、うまく外掛けをね、
いい攻めじゃないですか。頑張ってという娘たちのためにもということで、はい、十両でただ十両一場所で、はい、幕内に戻ってきたという、じゃあ頑張らなきゃダメです。そうですね、はい、頑張ってください。今日もおそらく娘さんたちはテレビの前で応援していることと思いますが、大きなね励みになるんじゃないですかね。この両者は実は平成4年生まれの同学年です。そうですか。宇良は関西学院大学、御嶽海は東洋大学。ただ大学生の時はもう御嶽海は数々のタイトルを手にしましたが、宇良の方は小兵で活躍はできませんでした。宇良が出ます。抱え込んだ御嶽海。宇良が追っつけてまっすぐ出る、まっすぐ出る、まっすぐ寄り切りました。宇良の勝ち。この辺りはただ御嶽海もう一つ今場所は元気がない。にしても宇良がまっすぐ攻め立てました。ただ今の決まり手はあったかもしれません。もう自分は食事をするのが苦痛だ、でも仕事だと思って食事をして体重がなるべく落ちないようにするんだという話を常々してますが、仕事だとじゃなくて仕事ですよね。そうです、食べることもね。そうですね。で宇良としては今日は御嶽海の調子は良くないのを分かっているので、はい、あまり変な攻めをせず、本当に押していくだけに徹したんじゃないですか。そうです。また可能性出てきたわけですからね。そうです。幕下15枚目以内で優勝した場合は、全勝優勝だと十両に上がるんですか。ただ6勝1敗だとちょっとね、7勝6勝1敗だとちょっとねというところがあるんですが、その辺はもちろん分からないというは分からないんですが、さあ土俵上です。欧勝馬と金峰山。金峰山はすでに勝ち越しが決まっています。欧勝馬は残念ながら負け越し、昨日決まりました。この両者も同学年です。小手投げ、欧勝馬の勝ち。今場所突っ張って出て、そして四つに刺してという相撲が目立っていた金峰山ですが、実は今同学年とご紹介しましたが、金峰山は日大、欧勝馬の方は日体大でっていうのができる力士なので、2力士はですね、この大きな金峰山が裏返しになったんですが、それでももう一つ湧きませんでしたね。確かにちょっと正直お話していいですか。どうぞ。もうちょっと大きい力士が激しい相撲を取ってもらいたいなってで結局欧勝馬が令和2年の学生横綱になるんですが、その後この大相撲の世界でもここまで6対1と欧勝馬がリードしてます。ここまでのね、ここの親方ね、審判長も止めました、止めたっても判断もいいですよね。そうでしたね、さあ幕内前半戦残り2番になりました。一山本と平戸海、残念ながら今場所は両力士ともにすでに負け越しが決まっています。このところ平戸海が一山本戦は4連勝中です。引いてしまった、そこを出ました。平戸海勝ってこれで対一山本は5連勝。一方一山本の方は5勝5敗から終盤戦、これで4連敗、5勝9敗となっています。力入らないですかね。平戸海のスピードで取っているんですけども、自信があるんだと思うんですが、どちらかというとちょっと一山本逃げてる感じですよね。ご紹介したように現在4連勝中だったこの対戦なんですが、その辺もあるんですかね。もうちょっと土俵際も確かに寡黙な師匠で、この師匠の師匠も境川親方ですからね。両国さんもね。両国さんもね。私は何回も対戦したんですけど、目の前いるだけで怖いですよね。その意味では両国さんの孫弟子になります豪ノ山です。解説も怖いですもんね。いやそんなことはないですよ。本当ですか。若手たちから見ると先輩なの。さあ師匠が見上げる土俵で豪ノ山、負け越すわけにはいきません。幕内前半戦最後の取組です。
ちょっと動いてきました朝白龍。回しは取れなかった朝白龍。ここで取ったか、得意の左上手を取ったか朝白龍。捕まえられて豪ノ山は苦しいが、ただ豪ノ山もこの右四つで相撲が取れます。朝白龍はとにかく幕内残留のためにはあと最低一番欲しいところ。寄り切りました朝白龍の勝ち。豪ノ山残念ながら今場所の負け越しとなってしまいました。新三役を望んだこの場所なんですが、豪ノ山は負け越し。師匠が見上げていた土俵でしたが、会場も静かになっちゃいましたね。この悔しそうな表情です。回し取るのが朝白龍うまかったですかね。左取られたらちょっと押し相撲としては右の見ていたんですけども、両者ともに次の白星に向けて必死の今日の土俵だったわけですが、豪ノ山としては当たってもらいたかったですよね。立ち合い変化で上手取りに行きましたからね。ここで離れてないですもんね。もう一回取ったら絶対に離さないっていう朝白龍の気持ちが出ていたんではないかなって思うんですよね。取るね、上手の位置もいいですが、豪ノ山も右下手で肘を張ってね、上手を少しでもかわそうとしてるんですけども、やはりそこの技術はやはり回し取るのが朝白龍の方が一枚上手かなっていう結果が出たと思います。そうですね。できるんであれば当たってもらいたかったですね。ああいうね、朝白龍の変化ではなくて、ただ朝白龍勝ち越せば新三役の可能性もないわけではありません。状況次第、そして三役がいくつ空くかというのもあるわけですが、沖縄のこの粘り強さというの出てるんじゃないですか。諦めないっていうね。そして沖縄県初の三役力士を目指している美ノ海。合わせる行司は木村元基軍配が帰っています。頭と頭で叩いて、軍配は元基は白の富士に上げました。叩き的もそれに白の富士はついていきました。ちょっともつれる展開でしたけれども軍配通り綺麗な相撲を取ったので、白の富士はね、美ノ海がちょっとびっくりしているのかなという感じでしょうね。その綺麗な相撲を取っていくんで、もう少し何かしてくるのかなと思ったのも、この切り方もいいですよね。あんまり見ないっていう気持ちもあるんじゃないですか。熱海富士、そして武尊富士も残ってるんで。ですね、同じ部屋、伊勢ヶ濱部屋。さあ一方、藤の川は今日明日勝って勝ち越しますと東の筆頭、新三役確定ということになるんですが、三役、その番付のお話、吉田さんされてましたけど、それを考えると負け越せないという気持ちでいるんじゃないかなと思うんですけどね。それを一番知っているのはこの藤の川自身です。去年の九州場所初めて対戦、錦富士が勝っています。止めました式守勘太夫、ここは立ち合い不成立、手つき不十分かが再び軍配を返しました。今度はまともにいった、中に入った、右の前回し、万全の相撲を藤の川が勝ちました。明日千秋楽に勝ち越し、そして新三役をかけます。錦富士は9勝5敗、優勝の可能性はもう取る、もろ差し狙いですよね。ちょっと錦富士立ち遅れたという感じですかね。立ち合い最初に変化したような感じだったので、どうしようかっていう迷いもあったので、相手見てますよね、錦富士が。逆に藤の川の方はもうこれまともにいくしかないと心が決まって止まったことが有利になりましたからね。そうなりましたかね。逆に錦富士の方が迷ってこんなちょっと伸びてないんで、ちょっと難しそうではありますかね。髪の毛足りないとね、人の髪の毛もらうんですけどね、そういうこともできるんですけどね。さあ一方、隆の勝は西の筆頭です。西の筆頭で6勝7敗。いいのど輪が出てますけどね。特に終盤出てますね。右のど輪から右差しという綺麗な流れもあります。この両者の対戦は初めて。さあ押し相撲同士、圧力同士の一番です。
試合互角、出るのは藤亮が右が入った。隆の勝右が覗きました。左から押っつける、絞る。こうなると隆の勝力を発揮しますが、じりっと出ていきますが、はたいた。際どいぞ。軍配は隆の勝に上げました神田優。物につきました。物につきました。三役格行司式守神田優は隆の勝の押しを有利と見て、初めてですよね。でしょうね、スポーツでね。さあどういう結果になったか。ただいまの競技について説明いたします。行司軍配は隆の勝に上がりましたが、隆の勝の足が先に出ており、軍配差し違えで。軍配差し違え。館内はこの拍手です。地元出身藤亮が粘り勝ち。隆の勝残念ながら負け越しです。じゃあアクションやっていいですかね。アクションお願いいたします。もうポイントだけでそこにいましょうか。もう一切構わず右をぐいぐいと覗かせるという、ここですね。右が覗きました。これ後です。もうね、つけてるんですけどね、あまり効いてませんよね。確かに右のパワーがすごいんだと思うんですよね。で左からぐいぐいと隆の勝は絞りながら、ここ今一生懸命こう少しずつ出てるんですけど、一気に出るんですよね、いつも土俵際で。ここで足流れてしまうんですよね。これは隆の勝だけじゃないんですよ。他のそういう視線も残しています。おそらく明日は熱海富士、青錦かなと思うんですが、この辺は分かりません。さあ獅司にとっては初優勝というプレッシャーの中で初めてこの終盤まで賜杯を争っています。そして土俵上では9勝4敗高安と6勝7敗の吉野富士が制限時間いっぱい。高安にも現段階まだ数字の上では優勝の可能性があります。足を飛ばした、崩して吉野富士、残した高安、叩き込み、高安の勝ち。新三役吉野富士負け越しです。高安2桁10番に星を乗せました。10勝4敗、現段階ではまだ優勝に可能性が残す10勝4敗です。いや両力士、高安勝ちましたけど、いい相撲を取りますよね。うまい全身を使ったね。吉野富士がうまく攻めてるかなと思った前半戦だったんです。吉野富士足を使いますよね。そうでしたね。当たっていってね、前に出ている、ここまではいいんですが、高安腰重たいんでしょうね。この辺も重たそうですもんね。このね、高安の状態が崩れないので右足を使いながら高安の左足を攻めたんですけども、高安もそれがうまいですよね。やってきたんだけどもすぐ自分のね体勢になるというね、落ち着いて取っていくっていう、腰が重たいからできる高安の相撲ですよね。今場所は非常に動きが軽やかですよね、高安。右左両方相撲を取れるんですよね、高安は。右四つ左四つ、そこをすかさず足揃ったので引いていくというね、ちょっとフェイントを入れ、王鵬がちょっとね心配なんですよね。今場所1勝12敗です。正代も途中から終盤から後半にかけて5連敗中。互いに腕を畳んで左が入りました。前に出るのは王鵬です。正代も途中から元気がなくなりました。今場所正代は3日目に左肘を痛めまして、今日はそのサポーターをしてないんですが、王鵬も白いものは特に帯びてませんけれども、どっか今場所らしい相撲がなかなか取れなかったこの7月場所です。白星をどんどん積み重ねています。さあこの取り組みのポイントはどの辺でしょうか。そうですね、熱海富士としては今まで構えているんですけども、ここは攻めていきたいという気持ちがあるんじゃないですかね。あまりにも大きいので、体力もありますし、ましてや
やっとこう今場所から相撲を取るようになりましたよね。獅司は、相撲を取りやすくなると思うんで、今場所はそのどんどん前に出る相撲が目立つ獅司です。さあ星を伸ばすのはどちらか。10勝3敗同士の一番。獅司が中途半端に動きました。寄り切り熱海富士11勝3敗。獅司は悔やまれる10勝4敗黒星です。強いですね、熱海富士。落ち着いてますよ。落ち着いてますね。獅子一生懸命相撲を取ろうとしてるんですけどね、はい、多分ね、熱海富士を見てると思うんですよ。見てるという頭で行きたいっていう気持ちがあるんですね、はい、で頭で行かないといけないっていうのはあるのは、今頭を押さえてましたよねそうでしたね、ね、頭に合わせてますよね。ああ、なるほどね。ではなくて当たっていかないといけないのに、まあでも急に今場所いろいろ相撲を覚えてる、相撲を取ってますけど、そんなできるものではないので、またこの上位の雰囲気違いますし、勉強していってると思うんですけども、そこはすかさず熱海富士ね、まあ、この辺りは持ち味です。はい、で青錦、はい、踏み込まなかったら持っていかれます。その辺の踏み込みが左足の影響がどうかというのもあります。はい、もう立ち合いの一発の当たりです。はい、この左足です。中日の相撲で左足の親指も痛めました。この両者の対戦、去年の春場所にありました。青錦が新入幕の場所でした。その時は寄り切りで青錦が勝っています。武富士が押して出るんですが、そこを頭がぐっと下がるところ、武富士が思わずはたいて、そのはたきで呼び込んでしまいました。それも頭に入っているでしょう、武富士。去年の秋場所以来幕内に戻ってきた武富士です。場所後の夏巡業では青森でも地元のファンが武富士が帰ってくるのを待っています。左が入った、上手を引いた。しかし一気には出られない。青錦も上手だ。体をうまく入れ替えた。寄り倒し、青錦が勝ちました。優勝に向けて一歩大きく前進です。12勝2敗、依然単独トップは変わりません。武富士は10勝4敗、優勝争いから脱落。これで青錦が12勝2敗としましたので、4敗の力士にはもう優勝の可能性は全くなくなりました。これで優勝争いは2敗と3敗に絞られたということになります。武富士は優勝争いから脱落です。ただいまの決まり手は寄り倒し、寄り倒して青錦の勝ち。決まり手寄り倒し、12勝2敗青錦、そして11という話をしてましたが、そうですね、はい、でも当たってますよね、青錦。うまいですよ。うまい、頭がいい。頭がいい、相手の一歩先を行ってるんで、連日全部違う立ち合いしてるんで、今日はこの立ち合いで左を差しながら、それで持ちこたえるという立ち合いを選んだんでしょうね。痛い左足から踏み込んで左の前回しを狙って取れませんでしたが、左四つ、左を軸にして戦う力士なので、そうせざるを得ないんですけども、なので終わってから痛みが出てると思うんですよね。師匠が見上げる土俵だ、これ花田さん大事になりますね。大事、それは分かってると思います。でね、やはり意識しないとはいえね、弟も上がってきてるんでね、そこで番付もやはりここもっと上に上がりたいという気持ちも強いですし、まあ負けた相撲もね、ちょっと相手がうまく取られたっていう相撲があるので、そういうことを考えればここまで来ているのも不思議ではないなという、苦しんでいい場所だと思います。そうですか。一方大栄翔はすでに8勝5敗、東の4枚目。去年の名古屋場所以来の三役復帰の可能性があります。先手は大栄翔です。突き立てる、指なりで残すのみ琴勝峰。琴勝峰負け越し。大栄翔は三役復帰に向けて大きな9勝目を挙げました。
は大栄翔の突っ張り炸裂です。いやいや本当は危ないですからね、突っ張りは土俵が近くなればどんどん下をつけというふうに言いますので、お腹ですね、もう最後は回しでしたね。回しって久しぶりに見ましたね。確かに弓なりの結果は回しでしたが、まあそれだけ琴勝峰も必死に残りたかったというのは分かるんですが、相撲は大栄翔一方的になり、これ珍しい形ですね。境の先輩と後輩ですからね。そういうしたがって霧島の不戦勝であります。霧島が花道から入ってきます。豊昇龍は残念ながら昨日の相撲を取り終えて7勝6敗、そして今場所途中から痛めた膝の具合、さらには先場所休場になった太ももの具合が芳しくないということで今日から休場。霧島不戦勝の勝ち名乗りで11勝3敗。これで優勝争いは青錦、そして星一つの差の霧島、熱海富士、この3人に絞られました。この3人以外にこの7月場所はいでしょうねという今花田さんから言葉がありましたが、これは本当に花田さんしか横綱しかわからないことですね、その怖さというのは。さあここで時間です。大野里の出身は石川県の津幡町、ですからこの名古屋場所が一番近い、ある意味ご当所の場所なんですが、それだけに初日から暖かい声援も数多く飛んでいる大野里。7勝7敗で明日千秋楽にはしたくありません。一方こちらは昨日カド番脱出を決めて思い切って今日の横綱戦相撲を取ることができます琴櫻。過去は8対5と大野里がリード。その一つは不戦勝ですので土俵の上では7対5。右の相四つでもある両者です。右が覗いた。左から押っつける大野里、押っつけます、押っつけます、寄り切りました大野里、勝ち越し。横綱大野里14日目に勝ち越しが決まりました。勝ち越し。ぐっと何かこう歯をかみしめるような表情。もちろん常々横綱の勝ち越しは2桁以上、常に優勝を争わなくていればと話す大野里ですので、8勝勝ち越して喜ぶということは全くないはずですが、ただ花田さんが言った怖いでしょうねという中で勝ちましたね。一つの目標としてですね、やはり結果を出したんですけどね、やはり右を差すと強いですよね。強いですね。ちょっと当たり方も、不十分の立ち合いじゃなかったんですけどね、これね手がこう自分でロックしちゃってですね、多分これ緊張してると思うんですよ、心の中で、ちゃんとこう当たっていこうっていう気持ちがあるんですけども、多分どうしていいんだかわからないのもあるので、ただ的が大きいので今日は当たりやすかったっていうのは事実だと思うんですよね。あと場所前に11番も稽古したっていうね、その辺もあったかもしれませんが、そうですね、その結果がこういうふうに出ているんですけど、今場所負けた力士に対して連敗している人もいるので、これはこれで一つ大きな経験になるでしょうしね。相撲に対してもプラスになると思うんですけど、社会人として諦めなかったっていうのは、引退してからも生きていくのって続くじゃないですか、それが自分の一つの自信になると思うので、経験者が言ってますんで本当そうですね。弓取式、豊昇龍今日休場ですけども、豊昇龍と同じ立浪部屋の上戸が務めました。今日上戸は土俵で勝って勝ち越しを決めて、多分気分よく弓取式を取り終えたんじゃないかと思いますが、火が打ち鳴らされまして、打ち出しは午後5時54分という7月場所の14日目、すべての取り組みが終わりました。ただ一人単独トップ12勝2敗青錦、そして星一つ